にちは。この動画は障害者手帳を取得済みまたは申請中で障害者雇用を考えている方に見てもらいたいと思い撮影しています。今日は2つの出来事があったので共有します。1、紹介会社と電話で打ち合わせをしました。2、障害者雇用枠での一次面接、ウェブ面接、オンライン面接がありました。まずエージェント会社との電話打ち合わせの話をします。こちらは障害者雇用専門の人材紹介会社で、私が先週パソコンで求人情報を見ていた時に求人内容の会社名、仕事内容等が全く見えない求人サイトがあったので、先に登録、これはマイページ作成のことですね、をしたら見れるのかなと思って登録したら、まずエージェント会社とのウェブ打ち合わせと必要書類を出してくださいとのことでした。自宅のインターネット環境が良くないのでオンライン打ち合わせではなく電話で打ち合わせをしてもらいました。で、最初の1時間はずっと経歴について話していました。これが長かった、長えよと思いました。途中で結構かかるんですねって言っちゃいました。その後就活の軸、仕事をする上でのこだわり等を話しました。打ち合わせの感想ですが、私からの不満は話が長かったことと提出書類が多いことです。私と電話で話してくれた担当の方は男性でおそらく20代だと思うんですが、優しい人特有の回りくどい言い回しと答えを誘導する話し方をしていました。例えば、まゆかさんはどちらかというと A タイプですか、それとも B タイプですか、でも答えにくかったら答えなくていいですよ。 A タイプというのはこういう感じですよね、 B タイプの人はこういう感じですよね、どちらもいいところと悪いところがあるんですけど、私は C タイプの人間です、理由もはっきりしています。晴れが好きですか、曇りが好きですか。晴れというのは太陽が出ていて、曇りというのは太陽が見えない状態で、ずっとそんな感じでした。長いと思いました。でも、これは私も思い当たることがあって、何か質問するときに答えやすいだろうと勝手に思って選択肢を出してしまうことがあるんですね。スポーツが好きですか、例えば野球とかサッカーとか、そうやって例を出すと視野を狭めてしまう、球技を連想してしまうかもしれないし、聞き手が水泳という明確な答えを持っている場合は時間の無駄だなって思うことがあったので、気をつけようって思いました。逆に良かった点としてはウェブ面接の練習になったことです。当日ちょうど面接があったので練習させてもらいました。特に退職理由はエージェントさん相手なので素直に答えることができました。そのことは言わなくていいですよとか、力不足で辞めましたとかは言わなくていいですよと言われました。あと仕事のやりがいについて聞かれた時に感情面とあと具体例を出すといいかなと自分で思いました。今私が話しているようなことは新卒で就職したような人たちはもう散々就活で経験済みなので今更って思うかもしれないんですが、派遣から正社員登用してもらったり10人ぐらいの小さな会社に入ってた、その会社しか入らなかった立場としては今更ですけど今考えてます。改めてまとめると、エージェントさんの質問で詰まったところを、練習しとこうと思いました。また希望の業種とか特に避けたい業種を聞かれた時に金融、保険、鉄鋼とか車を挙げてで理由を聞かれた時に大きな金額を扱う請求書の作成はちょっと不安だなと思ったのと、以前ネジを売っている会社に、派遣として営業事務として3ヶ月ぐらい働いてたんですけど、商品名が数字301とか303とかでイメージできないものを
ひたすら入力してたりするとよく分かんなくなってきて、倉庫と直結していてピッキングや梱包とか発送までやっていると、商品と触れ合っていれば割とイメージしやすいんですけれども、よくわからないものをよくわからないまま売ってると間違えるんですよね。これは私の問題で、パンフレットを見たり営業さんに積極的に聞いて勉強すればいいんですけれども、そこまではやらなかったです。なのでもっと身近なちょっと興味があるような商品を扱っているような会社がいいなと思ってます。はい、次に障害者雇用枠でのウェブ面接についてお話しします。今週一次面接が終わって結果待ちで、もしかしたら次に進むかもしれないので、面接の内容については結果が出てからお話ししたいと思います。今お伝えできることとしたら、面接時間はだいたい1時間ぐらいでした。気をつけていること、自分が気をつけたことは早口にならないことと、相手が想像しやすいように具体的に答える、どのくらいのミスをどのくらいの周期でしていたか、メールを10通打つと1通間違えた、そのミスは年号と日付は合っているけど曜日は間違えていたとかで、そのミスを踏まえて今自分が気をつけていることは、曜日だけ書いて、もう日付だけ書いて曜日はもう書かない、無駄なことは書かない。これは前職の上司が私にアドバイスしてくれたことなんですが、間違えそうなことは、余計なことは書かない、なるべく、必要最低限のことしか書かないっていうふうに言われました。私は資料などを割と丁寧に作る方なんですが、上司は、合理的な人で、例を出すと給与の残業代について質問されると、私は計算方法と答えとだからこうなりますって返すんですが、上司は金額だけボンと返すという方で、その後また質問がやり取りになってしまうかもしれないんですけれども、そういうやり方もあるんだって思って、今ケースバイケースだし誰の下につくかっていうのもあるんですが、勉強になったこととしては、自分がやってる内容を常に疑ってみるっていう風にしようって思っています。あと一つ、私この髪型で受けたんですけれども、結んでた方が良かったなって、ウェブ面接の時とか特にちょっと下を向きがちだと見えにくいので、次は髪の毛結ぼうと思います。面接の手応えとしては本当にわからないですね。半々ぐらいですね。ということでまた報告します。まゆかでした。